不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは某警備会社にお勤めの女性の方からいただいたお話です。その方を仮に A 子さんとしておきます。なぜ A 子さんとしたかはお話の謎を考える上で分かりやすくするためです。さて A 子さんは現在20代後半くらいの方ですが、彼女がまだ小学校6年生の時の体験談だそうです。それは A 子さんが通う小学校でちょうど休み時間のことでした。A 子さんは友達の B 子さんと C 子さんの3人で一緒に仲良くトイレに行きました。その学校の女子トイレは中に個室が3つ並んでありました。そこで3人はそれぞれ奥から A 子さん、B 子さん、C 子さんという順番で同時におのおの個室に入ったそうです。この点は間違いありませんでした。少しして3人のうち奥の A 子さんが一番最初に用を済ませ個室から出たそうです。そして鏡の前の洗面台で手を洗い、後の2人が個室から出てくるのを待っていました。すると2番目に一番手前の個室の C 子さんが出てきました。C 子さんもすぐ洗面台で手を洗い、A 子さんと一緒に真ん中の個室に入った B 子さんを待つことにしました。しばらくしてさすがに B 子さんもそろそろ出てきてもいい頃になったのですが、 B 子さんはまだ用を足しているのか真ん中の個室から出てきません。先に出た A 子さんと C 子さんは B 子遅いなと思いました。そのうち2人は妙に感じてきたそうです。さっきからずっと B 子さんの個室から何の物音もしてこないのです。A 子さんたちは B 子なんか変だねと少し心配になったそうです。そこで A 子さんが B 子どうしたの大丈夫と声をかけてみました。すると何の返事もなく真ん中の個室の中はシーンとしたままでした。いよいよ2人は心配になり、 A 子さんが「B 子ちょっと大丈夫?」と声をかけながらドアをコンコンとノックしてみたそうです。するとトントンと2階真ん中の個室からノックが返ってきました。ああなんだ B 子大丈夫じゃんと A 子さんと C 子さんはほっとすると、遅い B 子さんにちょっといたずらで脅かしてやろうと思ったそうです。その女子トイレの向かいは階段で、そこからはトイレの中が丸見えでした。A 子さんと C 子さんはその階段のところに隠れて B 子さんが出てくるのを待ち伏せしてわーっと脅かしてやろうと思いました。そこで2人は階段の脇でじっとトイレの中を見張っていたそうです。ところが B 子さんは一向に出てきませんでした。A 子さんと C 子さんはなんか変だなと感じてきました。10分休みなのでもうすぐ授業も始まる頃で2人はどうしようと思いました。すると廊下の向こうから突然その B 子さんが駆け寄ってきたのです。A 子さんと C 子さんは唖然としました。なんで B 子が教室から来たのと訳がわからなくなりました。B 子さんは2人を見つけると、A 子、C 子、遅いから心配したよ。どうしたのと驚いた感じで言いました。それを聞いて A 子さんと C 子さんも同じく驚き、じゃあ今トイレに入っているのは誰なんだということになりました。B 子さんは自分が一番最初にトイレの個室から出て教室に戻ったけど A 子と C 子がトイレから戻ってこないので心配になり呼びに来たということでした。でも A 子さんはそれはすごくおかしいと思いました。間違いなく自分が一番最初に個室から出たのが分かっていたそうです。そして C 子さんも確かに一番最初に個室から出たのは A 子だと思いました。もし B 子さんが一番最初に個室から出たなら A 子さんと C 子さんに挟まれた個室ですから両脇の2人が気がつかないわけがないのです。トイレを流す音、ドアを開ける音、洗面台で手を洗う音などに気がつかないはずがありません。
3人はこの辻褄の合わない不可解な状況にぞっとしました。この時すぐ個室を確認すればよかったのかもしれませんが、3人はあまりに怖すぎてそれができなかったということでした。すると授業開始のベルが鳴り、3人は急いで教室に戻らなくてはならなくなったそうです。その後も3人は話し合ったそうです。B 子さんがトイレから出て行った気配も、誰かがその後にトイレに入ってきた気配も、どちらも全くなかったのです。A 子さんの話では、3人は社会人になった今でも仲が良く、時々当時のことを話す機会があるそうで、いまだにあの体験は何だったのかと思うそうです。第2話、不動産屋さんの怪談です。このお話は以前照明のお仕事をされていた男性の方からいただいた体験談です。その方を仮に内藤さんとしておきます。今から40年ぐらい前のことでした。内藤さんは当時東京で映画の照明の仕事をフリーでされていたそうです。その日は8月の暑い日でした。内藤さんは仕事が休みで夜暇だったので、何かをして時間を潰そうと思いました。そこで自宅からさほど遠くないところに仕事でよく行く某映画スタジオがあったので、そこに遊びに行けば何かの撮影をやっているし、照明仲間やスタッフの誰かしらがいるだろうと思ったそうです。早速バイクに乗ってその行き慣れた映画スタジオに向かいました。その夜はなぜかとても風が強かったそうです。さて、夜の10時ぐらいに某映画スタジオに到着したのですが、広いスタジオの敷地内は嫌に静かでした。それでも内藤さんは誰かいるだろうと思い、敷地内には高圧線の鉄塔が立っているところがあるので、それを目指しながら点在するスタジオのあちこちを見て回ることにしました。ところが珍しくスタジオはどこも撮影をしていなかったそうで、その関係者もスタッフも全くいませんでした。そこでその静けさから内藤さんは、ああ、もうお盆休みに入ってるのか、なんだと思いました。誰もいないのでがっかりした内藤さんは、それでもせっかく来たのだから何か面白いところはないかなとスタジオ内を回っていました。そして鉄塔の前に大道具小屋がいくつかあることを思い出したそうです。内藤さんは、そうだ、小屋の中を見ていこうと何気なしに思いました。そこは映画の撮影に使ういろんな大道具がしまってある小屋で、なかなか面白いものがありました。そしてちょうど大道具小屋の前に来た時でした。いつも見慣れている大道具小屋なのですが、内藤さんはおやと思いました。その大道具小屋の入り口は裏側にあり、こちら側の面は確か壁だったはずでしたが、そこには引き違いの扉があり、それがぽっかり開いていたのです。内藤さんは、あれ、おかしいな、こんな井戸ここにあったかなと思いました。そしてふとこの中は何だろうと急に好奇心が湧き、吸い寄せられるように中に入ってしまったということでした。すると入ってすぐの左側に上がりかまちがあり、そのまま上がるとその先は薄暗い部屋になっているようでした。いつもの大道具部屋の中とは様子が違い、内装が変わっていたので、内藤さんは少し戸惑ったそうです。でもたった今まで誰かがこの部屋にいたような気配が残っていました。するとその部屋の中には岡持ちという持ち手のついた四角い小物入れがあったのですが、その中のタバコ本に両切りタバコの吸い殻があり、まだ少し煙がくゆっていたのです。ああ、やっぱり誰かいたんだなと内藤さんは思いました。
奥はさらに暗く、この大道具部屋は雑然とした平屋の家の仕様に変わっていて、内藤さんはふと、この小屋中はこんな広かったっけと妙に思いました。当時の文化住宅ぐらいの広さに感じ、それ自体不可解でしたが、暗くて薄気味悪かったので、内藤さんはもう帰ろうかなと思い、部屋から出ようとしました。するとさっきの岡持ちが再び内藤さんの目に留まりました。よく見るとその岡持ちはまだ新しいもので、なぜか内藤さんはそれが気になったそうです。そして急に欲しくなり、これ持って帰ろう。そう思うと、いつの間にか内藤さんはその岡持ちに手を伸ばしていました。すると突然、内藤さんの頭の中に男性の声で「やめた方がいい」と聞こえました。内藤さんははっとして、そうだなとすぐその警告に従ったそうです。その声はどこから聞こえたのか、誰の声だったのかは謎でした。そして内藤さんは暗闇に目が慣れてきたようで、いつの間にか部屋の真ん中に利き酒の茶碗が2つポンと置かれていて、中にはお酒が入っているのが分かりました。そして紺がすりの座布団もその茶碗に合わせて2つ敷かれていたのです。やはりこの部屋でさっきまで誰かがタバコをくゆらせ、複数でお酒を交わしていたようでした。でも今はシーンと静まり薄暗く、その気配だけが残った部屋で、日常とは違う違和感がありました。つまり気配はあるのに誰もいない。さすがにこの時点で内藤さんは本当に怖くなり、これ以上ここにとどまらない方が良いと思いました。すぐに部屋を出て振り返ることなく、そのまま自宅に帰ったそうです。さて次の日でした。内藤さんは昨夜の部屋のことが気になり、確かめるため再び映画スタジオに行ってみました。そしてあの大道具小屋の前まで行くと、内藤さんは愕然としました。大道具小屋の壁には扉などなく、いつも見るベージュ色の壁で塞がったままでした。内藤さんはその壁を何回も触って確認したそうですが、昨夜の引き違いの扉の痕跡などこの壁のどこにもなく、内藤さんは狐につままれたような気分でした。でも間違いなく内藤さんはあの扉から入って出てきているのと、男性の声も聞いているのです。昨夜自分は一体どこへ迷い込んでいたのかと不可解でなりませんでした。でも内藤さんは今から思えば、あの部屋はその昔の大道具さんたちが詰め寄った部屋だったのではないか。そしてあの時誰かがいたように感じたのは、その昔の撮影所の大道具さんたちだったのではないかと思うそうです。あの世とこの世が重なり合う時期なので、時空の扉が開いていたのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。